はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングさせていただきますね。ちょっと星の解説も含みながらいきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。フール逆、ワンド9逆、ワールド、節制逆、ペンタクルスのキング、ワンド8逆、カップナイト。はい、気をつけること対策がワンドのソードの4逆と鳳凰とオラクルは女教皇の逆ですね。ほう、なるほど、興味深いですね。ちょっと星の解説させていただきますが、やっぱり前回の動画でも言ったように2月の17日17日が日食になります。でこの日食っていうのは次の日食まで半年間をかけて何か影響してくるというか、その半年間かけて大きな気づきがあるよっていうお知らせになるんですけど、特にサソリ座さんにとっては自分の在り方とか居場所とか家族のこととか内側の意識っていうものがすごくこの半年間で大きく成長するよっていう風なテーマがあるので、それに関したことを意図していただくと非常にスムーズにいくんじゃないかなって感じがするんです。特に例えば本当に自分が心穏やかに安定して生きていきたいってもし思うとしたらそのようになる流れが出てくるでしょうし、なんか家のことに関して何かはっきりさせたいっていう思いがあったら家のことが落ち着いてくるでしょうし、そういうとても基盤のエネルギーとしてとても重要なこの日食なんですね。何かそこで決めていただくと半年ぐらいかけてそれが整ってくるよみたいな感じです。そして2月の19日から太陽が魚座に入るということで、このエネルギーはサソリ座さんにとってはとても楽しいエネルギーとして使えます。クリエイティブな喜びとか楽しみとかレジャーとか恋愛もいいですし、何かを育てていくとか自分が選んでいくとか楽しんでいくようなこと全てに関していいんですね。企画するとかもいいです。ただ一つだけちょっと注意なのが、2月の26日から3月21日まで水星が逆行する期間っていうのがありまして、で水星というのはコミュニケーションとか勉強とか契約とかビジネスにおいて自分の思考の在り方とかですね、そういったものを司る水星という惑星が地球から見た時に逆行しているように見えます。逆行してないんですけど逆行しているように見えます。なのでこの期間勘違いが起きやすいっていうふうに言われています。ですので楽しくていいやとかなんか企画していくのは楽しいなとか生み出していこうっていうのをどんどんやっていくのはいいんですけど、ちょっと後で見返ししたりしなきゃいけないこともあったり調整することもあるかもしれないので、少し余裕を持たせていく、もう断定的にやるというよりは修正可能な状態で組み立てていくとか、誰かとコミュニケーションするときは誤解のないように伝えようとか確認するとかっていうふうにしていただくといいかなと思います。一般的にもやっぱりネット業界というかね、このパソコンに限らずですけど機械的なシステムエラーとか起こりやすかったりするので、ちょっと時間的な余裕を持たせておくといいですし、電車とかもね遅れやすいって言われてる統計があるので、ちょっとだけ変更できるようなものにしておくがいいかなとは思います。ただ楽しめますのでこの時で、あと振り返ってみたりとか、そういうの過去のなんか不可思議なことを思い出してみて納得するとか統合するっていうのはいい時になります。それともう一つ12星座共通のところでお話しした海王星と土星のひっつくエネルギーっていうのは、サソリ座さんにとってはやっぱり日常生活とか健康というところに影響してきますので、生活の在り方、自分の健康に対しての向き合い方っていうものはおそらく去年から向き合わされてきたと思いますけど、それがようやく形ができて落ち着いてくるっていう流れになると思いますね。でそれを踏まえた上でのカードなんですけど、とてもなんか興味深い感じがします。入り口がフールの逆で、何かを手放した後のすがすがしさとかこだわりをなくした後の自由な感じとか、
そういう感覚があるんですね。だから例えばですけど、辞めたいと思っていた仕事を辞めて、ああすっきりみたいな何も先は決まってないけどとりあえず今は幸せなんだみたいな感じかもしれないし、自分が計画していたことが一旦おじゃんになったけど、でもそれでいいや、別に縛られるものもないしみたいな感じで、とても自由な感覚があります。でそこに至るまでにやはり何かとても重要な気づきがあったと思いますし、そこに至るとても幸せな感覚、ああこれが私の人生だとか、これが私だって思えるような重要なことがあったんだと思うんですね。なのでそれはそれでとてもいいわけです。ですが、何かを調整しようとしているっていうのがあるんですね。これが節制というカードが今現状のところで出ていて、節制っていうのは基本的にはとてもいいバランスの取れたカードです。意識と無意識とか現実と非現実とか、なんかそういう陸と水みたいなね感じで、違うものがちゃんとつながって流れてるよっていうことなので、これが自分自身のことだとしたら、自分がちゃんと自分自身とつながって、例えば意識が自分の体とつながって自分という宇宙を生きているとか、そういう感じだととてもいいんですけど、ちょっと今私から見ると逆位置になっているので、何か自分の中でもちょっとだけバランスを崩しそうになっていることがあるのかなって感じがします。これはなんかこれまで信じていたものに対してちょっと疑いを持ってみたりとか、もしくは体がこれまで全然大丈夫だったのになんか体調子悪いんですよということかもしれないし、何か自分の中でのバランスがちょっと崩れている。なのでそこをちゃんとしたいんだって感じがありますね。でカードから見るとちゃんとできますよと言われてて、しっかりとなんか無理なくきっちりと一つずつこなしていくことによって、これまで自分が信じてきたものやっぱり間違ってなかったとか、これでよかったんだと、一日でなんとかじゃなくて、やっぱり何年もとかこれまでずっと携わってきたことがやっぱりこれでよかったじゃないみたいな、そういう気持ちにもなりますね。ただ状況が結構ね、いろいろ動きそうです。どうかな。一つまずは3月の2日まで火星っていうのはちょっと自分の内側とか、火星ってバイタリティとか頑張る力とかね、チャレンジしていく勇気とか、そういうものなんですけど、それがやっぱり家の中とか無意識の中にあるので、家の中を整えようということでリフォームとか、ちょっと家を整理するとか断捨離するとか、そういうふうにプラスに使えることもあれば、くすぶっていた思い、なんか許せないなとかなんか腹が立つなみたいな、そういう思いも出てくることもあるので、もしそうやって心がもし乱れてると思ったら、家の中を整理するとかね、なんかいろんなものを捨てるとか、そういうふうにしていただくといいかなと思うんですけど、なんか状況的に動かされるなって感じがあるんです。例えば仕事でも自分のやってる仕事何のミスもないし全然いいんだけど、あっちの店舗に行ってくれないとか、この仕事やってもらえませんかみたいなことを言われて、みたいな、今まで私これ頑張ってきたのにこれ置いてそっち行くんですかみたいなこともあるかもしれないということです。ただそういうふうに声かけてもらうっていうのは、実はすごく評価されてのことっていう感じがして、これはその誰かからの熱い評価とか申し出とかがあって、そういうふうになってる感じがするんですね。なのでちょっと自分の意思と反した動きが、状況の動きがあるかなっていうふうには出ていますが、決してそれがマイナスではないですよっていうことだけ覚えておいてください。なんか自分が悪いからとかミスしたからとかではなく、逆にいいからこそ起きているこの変更のなんか予定外の出来事っていう感じがします。そして気をつけることや対策として言われているのが、ここで鳳凰のカードというソードの4というカードが出ていて、鳳凰っていうのはやっぱり自分が信じていたもの、なんか理念とか、宗教的なものだったり哲学的なものだったりとか、自分がこれが正しいと思って信じていたりとかすがっていたりしたもの、なんかメンターとかもそうだし、そういったものっていう自分を正してくれる、自分の中にの筋が通ってるその思いっていうものはちゃんと持っていてくださいねと。そしてもし自分がちょっと揺さぶられていると思ったら、そういった信頼できる人に相談するなりしてくださいねと。そしてあとやっぱりゆっくり休んでねというのも言われています。ソードの4というのはやっぱりもう戦うとか頑張るってことを置いて、ちょっと寝ましょうっていうと保留にしていいからっていうカードなので、ちょっとなんか予想外の展開でびっくりするのであれば、ちょっと
保留とか、もしくはしっかり休むっていうことをしてくださいね。っていうのはオラクルがその女教皇というとても面白いカードが出ていて、女教皇っていうのはめちゃくちゃ頭が良くてチャネリングできる人みたいな感じの人って言われてるんですけど、とにかくいろんなことが分かる。なので状況的にも相手の言ってることも分かるし、自分の状況も分かるし、こうすべきだよねみたいなことは頭で分かるけど、自分の体がついていってるのか、自分の気持ちがついていってるのかって言われるとそれは違うみたいな感じで、2つのものがなんかちょっと対立してるみたいな感じもあるんですね。なのでこれが自分の体の中で起きてるかもしれないなと思ったんです。もしくは今の状況の中で。さっきもここでもね、節制の逆っていうのが出ていて、すごく自分がこれまで自分っていうものを信じて、これが自分の世界だって思うことを体験してるからこそ、少しなんか揺さぶりが来て、何を信じますかとかどうありますかみたいなことを問われてるんですけど、この誰だって白にもなれるし黒にもなれるし、誰だって意識をなんかポジティブに持っていこうと思ったりネガティブになったり、それはそうもういいようの世界だと思ってください。昼があるから夜がある、夜があるから昼があるみたいな感じなんですね。なんかそういう2つの二極の選択の中で迫られていると感じているかもしれませんが、白か黒じゃないですよみたいな、どっちが得かとかどっちが損かだけでは決められないものがありますよっていうメッセージだなって思ったんです。やっぱりここでいきなりなんか状況的な変化っていうものがあり、でその後やっぱり人からの優しさを受け取っているっていうのがあるので、悪い話じゃないんですよね。何か今起こってることっていうのが、これから起こることが。でそれによって自分の見解もまた広がるんですけど、その時にこれがいいとかこれが悪いとかっていうのも結論付けないで、可能性を見ていってくださいっていうのが一番なんかメッセージかなと思いました。はい、ちょっとこれ踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事、ソード9、ソード3、ソードページということで、ソードということで、かなりストレスのある感じがします。仕事、今これ仕方ないですよね。やっぱり2月21日から本格的にね、自分の職場とか日常生活とか義務とか健康に関してちゃんと向き合っていきましょうね、ごまかせませんよっていう状況になってくるので、だからこそお仕事に関してもなんか自分が本当に携わっていけるのかどうかっていうことを見極めなきゃいけないって感じがあります。ただちょっと言われてるのはね、余計な心配もしてるみたいなので、それって事実なのか、それとも自分が想像してそう思い込んでちゃってるだけなのか、そこは見極めてくださいね。で、頭は働いてます。とても頭はいいなのでよくわかるんですけど、頭だけになってるかもしれない。体で感じるっていうことはしてないかもしれない。要するに自分の気持ちとか感情とかそういったものを置いといて、ここの場ではこうすべきなんだという意識だけで判断してるかもしれないけど、そうすると自分のハートが痛みませんかみたいな感じがあるので、自分もいたわってください。仕事を通して自分を犠牲にしてやるのではなく、自分が生み出せるもの、自分のハートから生み出すものでやってもらいたいなっていう感じがしました。ちょっと無理してたりとかなんか追い詰められてる感じがするので、いやちょっと休んだっていいんですよみたいな感じがしましたね。どうですか？もしちょっとしんどいなと思ったら、ちょっと自分がゆっくりできる時間を持ってくださいね。本当1日でも2日でもゆっくり休むっていうのをやってほしいなと思います。ちょっとやっぱりね、分かってくれる人いますよ。ここでもカップのナイト2枚出てきましたので、カップナイトっていうのは優しさを受け取るっていう感じのカードなんです。思ってくれてる人がいるよとか、気にかけてくれてる人がいるよっていうカードなので、やっぱり仕事を通しても気にかけてくれてる人がいるみたいですね。今辛そうだなとかしんどそうだなって思ってくれてる人がいる。でもこれは一人で何とかしなくちゃいけないんですって思ってるって感じがあるんですけど、SOS を出してもいいし、
しんどかったら休んでもいいし、で人ってね、どれだけ頭のいい人でもどれだけ優秀な人でも本当に疲れてたらパフォーマンス落ちます。それ当たり前です。寝不足の人は計算できないのと同じです。なのでやっぱりちょっと自分は頑張りすぎてたかもなと思って自分をいたわってあげてください。お仕事に関してそこからです、生み出していくのは。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はワールド、タワー、ワンド級ということで強いですね。過去にもうすでに関係していた誰かとの関係っていうのはとってもいい感じがします。ワールドなんで、まさにこの人との関係が私にとっての世界よみたいな感じで楽しくもできるでしょうし、たださっき言ったちょっと何かしらの変化が、予期せぬ変化があるみたいで、それは別に悪いわけじゃないんですけど、関係性においてもちょっとじゃあしばらくゆっくり遊べないねとか、そういうのもあるかもしれないし、何かちょっとね、期待していたものと違うっていうのもあるかもしれません。でもそういうもんなんですよね、人生ってね。何でもかんでもその通りにいくっていうわけじゃないので、すでになんかワールドが2枚も出てるっていうのは、すでにさそり座さんは自分にとって必要な関係性や人間関係っていうのを作ってきたんじゃないですかっていう問い合わせですね、これはね。で、作ってきてないまだっていう方は、もしかしたら自分の何か見解を少し変えてみたら、簡単にできたじゃないかってこともあるかもしれないし、作ってきたな、そうだなと思う人は、それができた自分っていうものに誇りを持って新しい関係を作っていってほしいって感じがします。なんかここでタワーが出てるってことは、よっぽど関係性においてなんか気づきがあるってことなんですね。もう私たちこの関係ずっと変わらないなと思ってたけど、変わらないわけじゃないんだ、いつでも私たちって新しく進化し続けて関わり続けるんだっていうことに気がつくみたいな感じでしょうか。だからマンネリとかそういうの一切関係ない感じがしますね。新しい刺激が来てますもんね、関係性において。そして自分ができることって何だろうってことを考えて対応していってるって感じがしました。はい、どんなことがあったのか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。もし何かしらヒントになったよって方も教えていただけると嬉しいです。はい、では最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。これかな。はい、どうでしょう。このカードを見て何か感じることがあれば受け取ってください。メッセージをご自身でね。なんか大天使って書いてますけど、とにかく楽観的に希望を持って新しいことを始めてくださいっていうふうに言われています。New Beginnings って書いてるので、やっぱり何か新しいこと始まるんだと思うんですよね。その時に常に自分がいろんな見解はできるけど、それは悪いわけじゃないよっていうメッセージで一貫してきています。はい、ということで何かヒントになれば嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。